今日は黒糖蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒糖蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、蒸しパンを作っていくんですが、いつもね、私がご紹介している蒸しパンは8号サイズのカップに入れて作ることが多いんですが、今回はですね、ホーローの容器を使って大きめのね、黒糖蒸しパンを作っていきたいと思います。作り方自体はフライパンを使ってできるのですごく簡単です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、黒糖、卵、蜂蜜、サラダ油、お醤油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず黒糖ですね。今回の黒糖はこちら、粉末タイプのものを使用していきます。この黒糖に関しましては、粉末タイプ、フレークタイプ、あとは固形のものがあると思いますので、どれを使っていただいても OK です。一番使いやすいのは粉末タイプです。もし固形タイプのものを使う場合は、細かく刻んで使うようにしてください。そして今回の味付けのポイントは、蜂蜜とお醤油です。この2つを加えると、コクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして卵ですね。こちらは L サイズの卵を使用していきます。そして今回はこちら、約18センチ ×13 センチのホーローのバットを使って作っていきたいと思います。こちらですね、もしこういったホーローがない場合は、耐熱性のこういったガラス容器でも OK です。必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。ここで注意していただきたいのは、タッパーはですね、電子レンジで対応しているものでも使わないようにしてください。必ずね、こういったホーローとか、あとはガラス容器、あとはシリコン容器などを使って作ってください。あるいはですね、いつも私が蒸しパンを作る時に使っている8号サイズのカップを使っていただいても OK です。今回ね、こちらでやっていくんですけれども、ここにクッキングシートを敷いて作っていきます。なのでね、その敷き方を今からご説明します。まずね、クッキングシートちょっと大きめに切ってください。そして一度ね、バットを裏返して、そこの部分に合わせて、大体で大丈夫なので後をつけます。こんな感じでね、だいたい後をつけてください。そしてそのつけた後通りに4箇所折り込みます。もしね、つけた後がわからなくなった時はこんな感じで上に乗せて、そしてそこの面を合わせながら折り込んでいただくといいかなと思います。はい、このように折り込んでください。あとはですね、ここに切れ込みを入れます。1箇所ね、切れ込みを入れるんですが、この折った部分の交差してる部分ですね、ここよりも1センチちょっと多めに切っておいてください。続いて1箇所飛ばしてまた切ります。同じように1センチ多めに切ってください。また1箇所飛ばして切ります。そしてまた1箇所飛ばして切ってください。クッキングシートをこのように切ります。そうしましたらこの中に敷き詰めていきます。敷き詰める時もですね、この短い方ですね、こちら側が後ろになるように敷き詰めてください。はい、OK です。このようにクッキングシートを敷き詰めましょう。あとはですね、この上の部分ですね、だいたい今3センチぐらいはみ出てるので、この縁の部分からだいたい5ミリから1センチぐらいの高さになるように、このはみ出た部分を切ってください。はい、このようにクッキングシートを敷きましょう。こちらはですね、必ず生地を作る前に用意しておいてください。それでは早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにこちらの黒糖を牛乳で溶かしていきます。黒糖を入れてください。そして牛乳をね、少し入れましょう。だいたい3分の1ぐらい入れてください。そしてこの状態で一度よく混ぜてください。このように混ぜたら一度こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜて黒糖を溶かしてください。このね、粉末状になってるものでもこういった塊があるので、塊がある時はゴムベラなどで潰してみてください。
はい、OK です。だいたい黒糖のつぶつぶがなくなるまでしっかりと混ぜてください。まだねちょっと粒が残る場合は一度ね茶こしでこします。こちらもちょっと残ってるので茶こしでこしたいと思います。こす時はですねもうこちらの牛乳にね混ぜちゃって OK です。それではこします。あとはねこの溶けきれなかった部分をもう一度シャリシャリこしてください。はい、 OK です。そしたら一度混ぜましょう。黒糖はですねこのように牛乳となじませてください。それでは続いてボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐしてください。軽く溶きほぐしたらここに蜂蜜を加えます。この蜂蜜はね甘さにコクが出るのと、あとは食感もしっとりとした仕上がりになります。そしてよく混ぜます。材料は加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなく生地のなじみも良くなります。はい、 OK です。それでは続いてこちらにサラダ油を入れてください。そしてよく混ぜます。はい、 OK です。だいたいね30秒ほど混ぜてください。そうしましたら続いてこちら黒糖と牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったらここにお醤油です。こちらはね味のアクセントになります。よく混ぜましょう。そしてよく混ざったら続いてホットケーキミックスですね。こちらはふるって加えてください。ホットケーキミックスを加えたら混ぜましょう。ダマができないようにしっかりと混ぜてください。あとね最初は粉が飛び散らないようにだけ注意しましょう。はい、このようによく混ざれば OK です。今ね生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーっとつながって流れ落ちるぐらいの生地の硬さになります。ではねこちら用意しておいた容器に入れましょう。はい、 OK です。そしたらですね少し高いところから 2,3 回落とします。はい、こんな感じです。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。それではフライパンを用意してください。今回は24センチのフライパンを使っていきます。ここにですねまずそこから1センチぐらいのねお水を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火にかけて一度このまま沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。そしてこの底の部分にキッチンペーパーを 2,3 枚重ねて敷いてください。そうしましたらここの上に容器を乗せます。こうすることでねゆっくり熱が入ってふわっとした仕上がりになります。では蓋をします。そして火にかけます。そうしましたらこのままですね火加減中火で15分蒸していきます。もし途中でお湯がなくなってしまった時はお水を追加して蒸し続けてください。火加減はこのぐらいの中火です。はい、15分経ちました。そしたら火を止めます。そしてやけどしないように蓋を開けてください。じゃじゃーん。はい、こんな感じでふっくらと美味しそうに仕上がってます。このように出来上がったら一度竹串で真ん中を刺してチェックしてみてください。もしそれで生の生地がついてくる場合は追加でもう少し蒸してみてください。それではこちら取り出します。この時ねやけどしないように注意してください。はい、取り出しました。そしたら軽く粗熱を取ります。粗熱を取る時は上にねふわっとキッチンペーパーをかぶせて表面が乾燥しないようにしてください。このままね熱々の状態で召し上がっていただいても OK です。はい、粗熱が取れたので型から外したいと思います。よいしょ。はい、このようにふわふわに仕上がってます。そしたらねクッキングシートを剥がします。はい、このようにふわふわに仕上がってます。それではね盛り付けて切りたいと思います。はい、これで黒糖蒸しパンの完成です。このようにふわふわに仕上がってます。ではね切りたいと思います。はい、断面はこんな感じです。このようにふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もう甘さもちょうどよくてすごく美味しいです。そして生地がふわふわです。本当にすっごくしっとりしてます。そして甘さにもコクがあってすごく美味しいです。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖蒸しパンのポイントです。まず材料についてのポイントです。今回は黒糖以外に蜂蜜で甘さをつけてます。蜂蜜を少し加えていただくことで生地がしっとりするのと、あとは甘さにコクが出て美味しい仕上がりになります。そこにですね、さらに醤油を加えることで甘さが引き立ってより美味しい仕上がりになります。そして今回ですね、容器はホーローの容器を使ってます。ホーローがない場合は耐熱性のガラスの容器か、または何かね耐熱性の容器を使っていただけたらと思います。ただね、タッパーだけは電子レンジで使えるものでもタッパーは使わないようにしてください。ただこういった容器がない場合はいつも私が蒸しパンで使っている8号サイズのカップなどを使って作っていただいても OK です。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまず黒糖を牛乳でしっかりと溶かしてください。こちらは一度に牛乳を入れてしまうとなかなか黒糖が溶けにくくなってしまいますので、少量の牛乳を入れて、そして軽く温めてしっかり混ぜるようにしてください。それでもね、なかなか黒糖が溶けない時は一度茶こしでこしていただくといいかなと思います。そしてその後ですね、材料を混ぜるんですが、材料は一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなく、さらに生地の馴染みも良くなります。そして蒸す時なんですけれども、ホーローの容器を使う時もですね、まず内側にクッキングシートを敷いてください。そして容器の中に生地を流し入れて、フライパンにお湯を沸かして沸騰したらキッチンペーパーを3枚ほど敷いてください。そうすることで衝撃などを防ぐことができます。そしてその上に容器を置いて、あとは蓋をして中火で15分蒸してください。この蒸し時間なんですが、フライパンの大きさ、容器の大きさ、あとは容器の材質によってもね、適正な蒸し時間が変わる場合がありますので、蒸し上がったら一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてください。竹串を刺す時も中央部分を刺すようにしてください。そして蒸している最中なんですが、もしね途中でお湯がなくなりそうになったらお水を追加してそのまま蒸し続けてください。空だけにならないようにだけ注意していただけたらと思います。あとは軽く粗熱をとって、その後はお好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。